ただきまいただきます。ももから甘い。そりゃそうだ。このお店にね、あ、本当だ。すごい見て、あ、ブルギニオンニョだ。ブルギニオンニョ。これブルギニオン。みんなちゃんとメゾン。アンドゥイエット美味しそう。ほら、フジーリがサラダとか。あ、いいね。美味しそうじゃない。すごい買っちゃった。はい、またさらに買い込んで。
いただきます。いただきます。はい。しょうもね。はい。美味しそう。うん。うん。パスタも美味しいこれ。美味しい。うん。びっくり。
嘘くさい。そんなことないよ。本当スーサンバーベキューでしょ。おー、なかなか美味しそうな出来栄えじゃございませんか。まあちょっとカロリーは多めかもしれない。確かに。はーい。乾杯。乾杯。うん。美味しい。じゃあエポワスを。はい。おー、美味しそう。よいしょ。美味しそう。太りそう。はい。はい、どうぞ。おー。たっぷり。すごすぎる。エポワスうまい。あ、本当？濃厚。エポワスって美味しいよね。私フランスに来てから知ったエポワスの存在を。俺マミコに今回言われて初めて知った。今まで食べたことあるよ。多分あるけどあんまり認識してなかった。クリーミーで美味しいよね。美味しい。このコーン、めちゃうまい。しかもさ、このさエポワスのチーズのやつとの相性が良くない？一緒に食べても美味しくない？まあ食べてない。何と何だったっけこれ。忘れちゃった。なんか一個はカレーっぽい感じだった。カレー？違う？カレーじゃないのかな。そんなもん買ってないけど。あれ違ったかな。
でもねつーさんのね一つ懸念点は、うんやはりこっちの鶏肉うんはものすごい脂うん。肪分の少ないものを選びああがち。そうね。胸肉だもんね。そうこっちの人が好きなのはね。そうなの。確かに焼いててすごい思った。ああ確かに。タンパどっしり感があるどっしり感すごくないもうなんか筋トレしてる人だったらもう最高だねみたいな、うん本当に。すごいよね。だって皮とかもみんな全然食べないしさ、うん胸肉の方が高いもんね、うんもも肉よりね、あれどでもねう？うん美味しい。だそうん。う。よし。でも不思議だよね、うんなんでお肉だと脂肪分があるとみんな嫌いなのに、チーズはすごく脂肪いやがあってそうなんだよね。本当そうなんだよね。フランス人にご意見を伺いたい。どういうことなんですかって思う。バターの入れる量とかさ、尋常じゃないなっていつも思うけど、不思議だよね不思議。だってフランス人の人たちなんてさ、ご飯全部食べた後にさチーズとかこんぐらいとか食べるじゃん、パンに。それもお腹いっぱいとか思っても、これからデザートなのかなと思ってるのに突然ドーンってチーズ出てきて、うわーっつって、あの量すごいよね。つーさん何チーズが好きなの？つーさんブルーチーズが好きだよ。あ、そうだったそうだった、珍しいよね、男の人でブルーチーズ好きな人って。男の人って何が好きなの普通？キュービーチーズとかまあそれはね日本だよね。なんかもっと、あんま癖がないものが好きな人が多いじゃん。癖が強いものあんま好きじゃない人が多いじゃない、やっぱり保守的な感じで。そうね、つーさん何でも癖のあるのが好きだからね。つーさんが癖があるからねやっぱり自分に似たもの求めちゃう。そうじゃないなんじゃない？そうかもしれないね。あれつーさそうんじゃなかった。ブルーチーズなのかもしれないね。そうね、そうだよ、すごくお腹がいっぱいです。わかる。やっぱりこの鳥だと思うな。そ1ミリも空洞の部分とかないぐらいのギュッとした感じ。う。さすがのつーさんにこれ一本食べれば結構お腹いっぱいになるね。思いのほか結構ヘビーだったね。思いのほか美味しかったエポワース、思いのほか重かった鳥。鳥なんて一番ヘルシーな感じなのにね。そう、つーさんって鳥大好きだからさ、わっほーいって感じだかと思いきやみたいな。ね、やっぱこんだけタンパク質がギュッとしてると、食べられない。すごいね。どうしたらふわっとさせられるのかしら。美味しいよ普通に。あ、マミコ同じピンときてない。わかんない。あ、すごい脂肪分足してる自分で。脂肪が来ないゼロ。私は豚も豚バラが好き。つーも。または骨の間のが好き。リブね。リブ。そう、ポークリブが好き。牛はサーロインが好き。枯れやすいね。とんかつの時だってロースだもん、絶対。ヒレはヒレじゃない。ヒレ頼まない俺も。鶏も絶対。胸肉なんてほぼ買ったことない。豆腐も食べない。あ、そう、マミコ豆腐食べないの？もともと豆腐好きじゃなかったの。あ、そうなんだ。意外。白いものは好きじゃなかったもん。白いものが好きじゃない。どういうこと？牛乳とか？玉ねぎとか、なんかとにかく白いものが好きじゃないって言ってたの昔。もやしも別にそんな好きではなかったし、とにかく豆腐好きじゃないって言われるとみんなびっくりされるの、日本人的には。わかる。なんかマミコは豆腐好きじゃないってイメージなかったわ。湯豆腐とか興味ないもん。あ、そう、美味しいじゃん。京都の湯豆腐とかって感じ。あ、そう。湯葉とかは？別に興味ない。あ、そう。で最近は麻婆豆腐とかね、そういうのは食べるようになったけど、なんなら昔はゴーヤチャンプルーも豆腐抜きで作ったりとかして。邪道。でもやっぱね、豆腐ないと美味しくないの。あ、そうなんだ。なんかね、豆腐が入ってる美味しかった、やっぱり。で麻婆豆腐もだから、麻婆茄子の方がいいかなとか思ってたんだけど、だから最初の頃は豆腐をすっごい崩したの、見えないぐらい。だけどまあいいかってなった。何歳ぐらい？でも大人になってからだよ。まあそうだよね。白いっていうか、なんかあんまり味がしない？味がしない。淡白なもの。淡白なものが好きじゃないんだね。多分。あ、だからじゃがいもも好きじゃなかった。じゃがいも好きじゃないの？じゃがいもも好きじゃない。
で今も私あんま買わないじゃん。確かに確かに出てこないじゃがいも全然。あ、気づいた。確かに。そうじゃがいも自分で好き好んで買おうってならないなかなか。今日ここ珍しい。珍しいね確かに。あ、なんでだろうって確かに今思った。ほとんど買ったことがない自分であんまり。でもフレンチフライ好きじゃん。最近なんだからそれ。あ、大人になって変わったの？そう。あ、じゃあ大人になって変わって好きになったものが結構あるんだ。結構あるいろいろ。結構いろいろなのが好きじゃなかった。ポテト以外。あ、フレンチフライ？だからポテト基本全般でしょ。豆腐もでしょ。玉ねぎもでしょ。あと大根も好きじゃなかったし。おつーさんと同じじゃん。今好きよ。なんでつーさんの大根好きじゃない大根嫌いの気持ちが分かってくれないの？全然分かんない。美味しい。おい、自分の気持ち忘れんなよ。もうそんなの何のことですかって感じ。つーさんさ、そういえば今思い出した。柿があんま好きじゃなかった。ああ、そうね。柿があんま好きじゃなかった。柿。それ柿は海。柿でしょ。柿。あ、柿がそれあんま好きじゃなかった。覚え方としては上になるから柿。あ、柿ってことね。そう。下に行くから柿。海だから柿。なるほどね。すごいまみちゃん教えるの上手。柿が柿があんま好きじゃなかった。私熟の柿が嫌い。こっちの柿ってあれじゃない？なんか熟系じゃない？何言ってんの？甘くて美味しいって。のこっちのやつ硬いやつだよ基本。で俺日本で美味しいって思ってなかったの。柿が出てきても本当に毎回ああいいですみたいな。私なんかだから熟系が嫌いだから、だから干し柿も別にそんな好きじゃないの。すっごい甘い柿が好きじゃないの。うちのお母さんとかはすっごいその甘い熟の柿が好きだから、もうなんかこうほらこうすくって食べるみたいなジュレみたいな。もう私あれ無理と思ってたけど、多分それが俺も好きじゃないのかな。でもそういう意味なそんななくない？だからフランスでマミコに食べさせてもらって、美味しいって思って、初めて。そうよ。だってメロンとかもさすごい安いじゃんフランスだと。いやつーさん日本でフルーツの値段とか気にしたことない？夕張メロン2万円とかするじゃん。さくらんぼとか2万円とかするよ。そんなすんの？さくらんぼってすっごい高いんだよつーさん。あれ千匹屋の山の宝石箱やみたいなことだよ。普通になんかこういう箱でちゃんと綺麗になってて、なんかさくらんぼすっごい高いんだよ山形の。じゃあなんか佐藤錦みたいなやつ。佐藤錦すごい名前だね。なんかこうペロンペロンって食べれるような感じじゃないんだ。もうなんかありがとうございます。そんなレベルなの？すごい。でも日本はフルーツ高いじゃん。分かんないんだけど、つーさん買ったことないからな。いや買ったことないけどあんま気にしたことがなかった。でも俺はだからその千匹屋が気にしたことないんじゃなくて、つーさんだってフルーツなんか自分で買わないじゃん。確かに買わない。だから分かんないんだよ。最近買うようになった。ほんと。この間だってマミコ行ってやるとこいつも買ってたもん。ブルーベリーと、ラズベリーとあとなんか他にもいろいろ買ってた。果物食べなきゃと思って、バナナとかブルーベリーすごい目にいいからさ。もうそういうことばっかりじゃん。いやでも日本は本当に高いわけよ果物が、とにかくね。だからその夕張メロンすごい高いでしょ。あとほら四角いスイカとかさ、わかる？四角いスイカ？そんなのあんの？大きくなる前になんか箱かなんかに入れてこうやってカシャーンって。そんなのあんの？見たことないんだけどそんな。まあ普通には売ってないやつね。先生普通には売ってどのルートで手に入れてるの？私は買ったことないよ。そういう変なスイカとかあるなって思い出しただけだけど。そうなんだ。俺全然そういう感覚はないからもう。だから日本は特殊なんでしょ多分おそらく。てか何かで聞いたのは日本は果物っていうのは贈答品だったから高級であればあるほど良いみたいな。だから千匹屋の話でしょそれって。千匹屋みたいなああいう感じがもうスタンダードだから。でもこの国ではそういうマインドがないじゃん。果物でどうもこんにちははじめましてとか言って。まあワインだよね。だから。そういうのと違うから多分果物の価格がそんななんか無理に高くなったりしてないんじゃない？
そうか。だから、うんこの国だと生ハムレモンとかさ、メロンだ、生ハムメロンとかあるじゃん。うんあれはメロンが安いからじゃん。日本だったらもうなんかありがたいよ。嘘だ。でもどうなの？味的にはどうなの？どういうこと？違い。なんか俺まで日本に住んだことがないみたいな。なんか日本は田舎に行くと水が美味しい。でもフランスは田舎に行ったとて水が美味しいと思ったことはない。ここ田舎じゃないからで、ちゃんとエビアンとか行ったら美味しいんだけど。それはエビアンだからね。ボルビックとか行ったら。それボルビックだからね。でもボルビックだから、でもボルビックのミネラルウォーターがとかとレベルが違うでもから美味しいじゃん。ね、私知り合いフランス人が実家がボルビックじゃない、エビアンだから、うんうんだから実家に帰ると、うんいつも飲んでる水でシャワーとか浴びられるんだぜってすごい自慢してたよ。どうでもいいわ。だからほほーと思って、確かにと思って、あんなにありがたがってシュプーとか言ってさ、スプレーしてる水でジャーってシャワー浴びれるっていいなって思ったけど。どうでもいいですね。そう非常にどうでもいい。だから日本のそういうところもそうなのかな、高原の水いやだってみたいな。長野のさ山とか行くとさ、今も多分そうだと思うけど、やっぱ水が全然違くて水美味しいじゃん、すっごい本当に。うん、だって水道から出るう水もちの実家とかの水も美味しいもん。ああだろうね。だって私ほら三鷹に住んでたからさ、うんうん三鷹ってずっと井戸水だったからさ、あ三鷹はずっと美味しい水ってことだったんだよ。あ今知らんけど。そうそう今はちょっと分かんないけど、うんでもねだからフランスでそういうのがないのはちょっと残念だね、うんあんまり感じたことない。だってあんまりお水がないからフランス人はお風呂にあんま入んなかったわけでしょ。そうなの？あんまりお水がなくて、お水から悪いものが体に入るって思ってるから、ああまあでもあんだけカルキが入ってたらね、だってカサカサになったりまあそうねするさ、そりゃそうだよね確かに体に悪いものが入ると思うんじゃない？そうだね確かに、うんそっかうん、勉強になりました。まだあるよ。明日以降明日以降徐々にやっていこうと思います、これ思いのほかいっぱい食べたね、つーさん。これすごい美味しい。これも美味しいんだけど、これはもうねもうすぐお腹いっぱいになる本当にもうギチギチだから。なんか3本にしようか迷ったけどよかったね。 4にしてよかった4にして正解。勉強になりました、フランスの食べ物を甘く見てたね。そうだねフランスの、現地のものを甘く見てたね。そうはいじゃあお腹いっぱいということではい、ごちそうごちそうさまでしさまでした。た。